折り紙で簡単に作れる風鈴ですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。今回紹介する風鈴がジャンルの中で一番簡単な風鈴になるかと思っています。まずは折り紙を裏返して半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。中心がここになります。次に三角に半分に折ります。折ったら開きます。入れたら次はハサミで切れ込みを入れていきます。手で持っているところが折り紙の中心になります。中心から反対側の角の方からまずはハサミで真ん中あたりまで切れ込みを入れます。真ん中あたりまで入れたらさらに2センチほど真ん中に向けて切れ込みを入れます。はい、こんな感じです。入れたらこれを開きます。開いたら先ほど切れ込みを入れたところ、この先端の方にボンドを塗ります。このように少し塗ったら、もう一枚の切った反対側の方を内側にして、そしてもう片方を手前に重ねます。でこの時にですね、下の辺の部分がまっすぐ重なるようにしてください。これはですね、大きくずれていないことを確認してください。そして切れ込みを入れているこの角の部分も、尖るような感じにしてください。そしたらボンドを塗っている先端の部分を貼り付けます。別の箇所でもう一度行いますと、切れ込みを入れた先端の内側の方にボンドを点で塗ります。点で塗ったら今度は塗ってない方を下の方にしつつ、塗った方を上に持っていきます。こんな感じになってます。そして重ねている下の辺の部分はこのように斜めにならずずれないようにまっすぐ水平になるように重ねて、この時にですね、上の切れ込みの末端のところも尖るようにしてください。そしたらあとは先端のボンドを貼り付けて、このような感じのものを作ります。あと残りの2箇所も同じように貼り付けてください。残りの2箇所も貼り付けるとこのような形になります。ちなみに内側の方で貼り付けていないものがこのようにめくれてしまうのですが、気になる場合はこの先端の部分にボンドを塗って、そして貼り付けて固定してください。気にならないようであればこのままで大丈夫です。次に上の部分のこの角のところ、この角の真ん中のあたりに折り筋があると思います。4箇所ですね。これを押し込んでいきます。押し込むときは机などに置いて、で指を同時にやって押し込むことで真ん中の部分が、頂点の部分が、尖っていきます。こんな感じになります。あとは折り筋の真ん中が、しっかりと尖るように指で調整します。この折り筋がどこのあたりまで来るかはお好みの位置で調整してください。あとは千枚通しなど尖ってるもので、この真ん中の頂点の部分、ここに当てて穴を開けます。こんな感じですね。これで風鈴の上の部分が完成になります。今度は下の短冊の部分を作ります。まずはこの折り紙を半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚を使います。まずは横にして裏返します。次は下の辺の方を半分までにいかなくても上の方だいたい5ミリほど残して折ります。折ったらこれを裏返して先ほど残した5ミリの部分をこのように折ります。折ったら開いて、で先ほど折った上の5ミリの部分、ここをですね内側に折ります。折ったらこれを半分に折ります。次に短冊の末端の方、おおよそ1センチほどの幅ですね。これをハサミで切ります。
切ったらこの切れ端を開いて、この折れ目のところでハサミで切ります。次にこれを丸めていきます。丸めたら端っこの方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けてください。こんな感じの棒を作ります。太さはお好みで大丈夫です。で、次に紐を貼り付けていきます。まずは短冊の方を閉じている状態で上の部分を半分に折ります。少しだけ折り筋をつけます。折り筋をつけたら開きます。開いたら折り筋をつけている部分、ここにボンドを塗ります。塗ったら今度は5ミリほど内側に折っているこちらの部分にボンドを点でいいので塗っていきます。塗ったら紐を真ん中の部分に塗ったボンドに貼り付けて、そしてこのまま短冊を閉じて、短冊自体を貼り付けます。こんな感じですね。次に先ほど作ったこちらの棒を紐に結びます。留め結びで大丈夫です。棒の方を結んだら、紐の末端、先端の部分ですね。ここにボンドを少し塗ります。ボンドを塗ったら指でなじませて、で、細く、ボンドを塗ることで少し硬くなりますんで、この方が、紐を通すときに通しやすいかと思います。で、紐を通していただいて、で、こちらがですね、この棒がストッパーになりますんで、このまま引っ張って、で、封入りの上部の位置と、短冊の距離を確認してください。もしもですね、狭かったりした場合は、もう一度引き出して、この、棒の位置を調整してください。もしも動かす必要がないなと思ったら、この結び目のところにボンドを塗って、で、もう固定してください。はい、これでですね、簡単に作れる風鈴の完成になります。いかがでしたでしょうか？今までですね、折り紙含めて、風鈴の作り方を結構ご紹介してますが、今回のが一番簡単なのではないかと思っております。ぜひですね、量産しなきゃいけないとか、他のものでちょっと挫折してしまったとか、そういう場合はですね、こういう今回のこの作り方を、参考にして作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回ですね、簡単に作れる折り紙の風鈴の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。